こんにちは、トバログです。今回はですね、ちょっと壮大なルームツアーさせてもらおうと思うんですけど、今その部屋の前のエレベーターのところにいます。今日のねルームツアーは多分めちゃくちゃ面白くて、やっぱね今までで一番大きなオフィスっていうところでちょっといろいろと深掘りさせてもらおうかなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ズン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 。普通に商業施設だな。普通に入り口がだいぶ殺風景なんですけど、この先にですね今回のオフィスがあります。はい、とまちゃん久しぶり。お久しぶりです。久しぶり。ありがとうございます。久しぶり。どうぞ上がってください。めちゃくちゃ楽しみにしてました。今日はここが、私のオフィスの玄関口になります。かっこいいですね。いきなりこのなんか入りからちょっとこの下がって上がるみたいな。そうですね。やばすぎる。ここに来るとね一望できるんで、ここがちょうど渋谷のスクランブル交差点みたいな位置ですんで、四方八方見れますんで。半端ない。あっち側にはなんかエレベーターがなんかもう見えていたりとか、その手前側になんか卓球台みたいなのがあって。で執務スペースがあっち側にあるんですけど、その手前側がなんか雑貨屋さんみたいな雰囲気になってたりとか、広さもそうなんですけど、やっぱ置いてある持ち物というかものがなんか全てにおいてハイロックさんですね。ありがとうございます。すごい上から目線みたいになっちゃうんですけど、それ言ってもらえるとでも一番嬉しいんですよ。今回はハイロックさんのオフィスに遊びに来させてもらいました。はじめまして、ハイロックと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハイロックさんはもともと多分ねブログとか本とか I love FND っていう本とかがあって、ああいう本とかでもともと僕は知っていて、ね、そうですよね。で去年初めてお会いできて、一番最初のお客さんで一番最初に入ったメディアでトバログに来てもらって、その時は映像の撮影じゃなくて、本のね、中のインタビューの対談のページで、じゃあ今回はちょっとどういう感じで撮るかすごい迷いがあるというか、もう全部気になるところばっかりなんですけども、今回はちょっとハイロックさんのオフィスツアーというところでやらせてもらおうと思います。それでは行ってみましょう。一つずつちょっとここは好きだなみたいなポイントから見せてもらえたら。そうですね。やっぱり自分は子供の頃から読書が好きで、それの塊である図書館を作っちゃいました。すごい。図書スペースがめちゃ可愛い。このなんかここもすごい可愛いし、こっち側もすごいし、ここは今美術書で固まってるんですけど、美術書に関わらず、ね、漫画本だったり小説だったりっていうのすごい大好きで、野良黒から始まってるのが面白い。そう、これもねでも本当にデザインのソースになってて、こういう表紙の総柄とかね作り方とか、すごい可愛いんですよ。実は一冊一冊全部違うんですけど、本当だ。そういうところをサンプリングというかね参考にしたりとか、人の事務所行った時も僕は本が好きなんで、どういう本読んでるかなとか、その人の人となりがなんとなく分かるじゃないですか。こういうあれで原材料で構成されてんだなみたいな、だから自分のも見られるのも恥ずかしいんだけど、でも見てもらいたいっていう気持ちもすごいあって、あとこういうロゴとかの参考書とは違う軸としては、デザイナーの考え方ってすごい好きなんですよ。僕もいろいろ考えながら仕事してるんですけど、それと同様に全てのデザイナーとかクリエイターの方っていうのはいろいろ考えて物事を進めていくじゃないですか、アプローチというか。だからそういう考え方の本ばっかりを集めてるんですよね。ポールランドっていうアップルからジョブズが追い出されて、ネクストコンピューターっていうコンピューター会社を作った時のロゴをやった人ですね。この本の中でもすごい読書の重要性をポール・ランドはすごい訴えてて、だから今も昔もやっぱり時代変わってもやるべきことは一緒なんだなっていう確認ができたっていう。あとアンディ・ウォーホルの僕の哲学とか、この辺も面白いですね。本当に哲学が学べますね、ウォーホルの。であとは全然違うんですけど、ビジュアルの本だとこういうノースリープっていう、これはニューヨークの、クラブのフライヤーばっかり集めたやつなんですけど、いや
やそういうのいいな。そういうのいいんですよね。だから、今のマッキントッシュで全て作るっていうよりかは時代的には手書きとコラージュと切り張りして作ったようなものなんで、はい、逆に今参考になるっていうかね、洋服とかでもその洋服そのものを真似るんじゃなくて、なぜその洋服を選んでるのかとか、なぜその洋服を合わせてるのかとか、なぜその時代の洋服を用いてるのかとか、そっちの方を勉強したいんですよね。そうすると表層的な部分じゃなくてもうちょっと本質的にその人のコピーができるというか、でそれで自分のオリジナリティをね、はい、ミックスさせながら足していくっていうのが成長というか、あと結構ね漫画家さんのなんか考え方みたいなのも好きで、漫画家って本当大変な職業じゃないですか、はい、毎日本当に締め切りに追われるような、でやっぱり僕らデザイナーも本当に締め切りとの戦いなんで、そこの精神力の作り方とかどうやってモチベーションを維持するかとか、そういうことが漫画家の先生の本からは学べますね。あ、これ有名な人のじゃないですかもしかして何にも書いてないけど本人気づかなかったですねこれ。はい、これは鳥羽先生の本ですね。ありがとうございます。これでね雑談というか対談させてもらいましたね。ほぼ雑談のような。めっちゃ楽しかったです。はい、でもこれすごい素敵な本でした。ありがとうございます。これ僕のショップにも置かせてもらいますんで、はい、群馬近郊のトバログファンの方々は私のお店に買いに来てください。お願いします。住まいの小庭とか、そうコーヒーとか、結構やっぱ趣味のアイテムとかも全般やっぱりいろいろ有象無象に並んでいて、そうですね。すごい楽しいですね。やっぱここのハイロック選書がすごい全部読みたくなりますね。スタッフにはね自由に手に取ってもらってっていうので、すごい高い本もいっぱいあるんですけど、もう構わず置いて好きに読んでもらってる。で僕自身もこの本に囲まれたで向こうの喧騒からはちょっとこの壁一枚で離れてるんで、ここに座って本を開いてこうアイデアを書いたりとかっていう場所にしてますね。落ち着く場所です。すごいいいですね。アイデアの源はじゃあこのエリアから結構生まれること。そうですね。でここが図書館のすぐ隣に位置しているのが、もう本を読むとは真逆の行為になるんですけど撮影スタジオ、うちがデザインして、パソコンの中だけのデザインじゃなくてそこから物に落とし込んでプロダクトとか洋服とかも作ってるんで、それをさっと物撮りして、ウェブに上げられるように割とでもインスタントな撮影が多いですね。でそれ以上の、ちゃんとした商業的なデザインのものの撮影とかプロのカメラマンに来ていただいて撮ってもらったり、逆にプロのカメラマンのスタジオを撮ってもらったりっていうのをやってるんで、このなんか壁もそうだし下も真っ白っていう環境ってなかなか作れなくて、この壁も自作というか。そうです。これは後から作ってますね。すげえ。そうだからデパートのいい部分は全て残して、足りないところを足したっていう感じで、例えばそこに鏡張りのフィッティングルームがあるんですけど、これはもう元々のデパートにあったフィッティングルームです。そうこれあってこれだけ残してます。そうか2階とかだと婦人服コーナーとかになるんですもんね。そうデパートだと。でこのガラスの壁ももともとあったものです。これももともとあったんですか？そうなんですよ。すごい。だからだだっ広いデパートの中でも空間を仕切るためにガラスの壁があったりとか、背の低いね壁があったりとかっていうのでちょこちょこあったんですけどね、これだけは残した壁です。このテーブルとかもなんか自作というか。これはね、実はこのフロアに置いてあったテーブルなんです。それもだから重機としてデパートで使ってた。すごい。じゃあ、クレジットカードとかポイントカードのやつが置いてあったかもしれない。かもしれない。はい。でそれをヤスリでピカピカに磨いて、オイルかけて新品同様にしたっていう。いやすごい。でこういう風にテーブルと椅子でここもカウンターと椅子でここにもテーブルと椅子っていうので、ここからまた案内しますけど結構テーブルと椅子っていうのをシチュエーションごとに作ってて、でそれには自分的には理由があって、考える行為って目に見えないじゃないですか。例えば腕立て伏せとか走るっていう行為は目に見える行動運動なんですけど、考えるって脳の中でやってるんで、外から見る人には分からないっていう、で自分自身も考えるっていうのってすごいなんつうんだろうな儚い作業っていうか、どんどんこう気を取られて違う方向に向かっていってしまったり、だからなるべく考えるっていう行為をなんつうんだろうなこのゾーニングして固形化したいんですよ、概念を、形にしたいんですよ。だから図書館で考える隠し部屋で考える
大会議室の卓球台のテーブルで考えるっていうふうにいろんな場所を作って、それぞれこう違うパターンの思考ができるようにいろいろな場所を設けてる。いろんな人のルームツアーとかさせてもらうんですけど、やっぱクリエイターとかってデスクが2つあったりとか、結構考えることによって場所を変えてるっていう人が結構多くて、まさにそういうことですよね。そうなんですよ。だから、カフェ行くとかっていうのをもう一つの室内でできちゃうっていう、ここがねうちの大会議室、兼大作業場、はい、これがね、デザインのチームの粘土って分かりますか、佐藤貴さんのチームの、その粘土がデザインしたオフィスチェアなんですよこれ。キャンプチェアのように見えるんですけど、国用から出てるオフィスチェアで、それを10台並べてスタッフ全員で打ち合わせするっていう、もうすごい座りやすくて、で立てても言うようにカチッとこう収められるんで、自立するっていうのはすごい便利なんですよね。でこれはオリジナルの大型のカッターマットが敷いてあって、もうここで切り張りをモックアップを作る場所っていうふうにしてます。ここはもう本当に作業スペースですね。内職をしたりとか、洋服を畳んで詰めたりとか、ステッカーを袋詰めしたりとか。本当だ、なんかクラフトっぽい感じの台だったり、そうですね、さっき言ってたプリンターだったりがここに置かれていて、なんかこれとかはでもちょっと触れたいですね。これもう本当に自動販売機買うのが夢だったんですけど、5年ぐらい前かな、見つけて即買いしてガレージに寝かせてたんですけど、ようやく電源を入れて日の目に当てることができました。すごい。これいくらぐらいで買えるんですか？これね、でも100万はしなかったですね。でも相当な価格なんですね。そう、結構状態も良くてちゃんと動くっていうのってあんまないんですよ。冷蔵機能もちゃんと機能してるんで。これ今も冷蔵機能ついてるんですか？ついてるんですよ。すごい。で今は音がうるさいんでそこのあれは電源を切っちゃってるんだけど、でペプシもロゴが何台か変わって今は全然違うんですけど、僕はこの時代のロゴが一番好きで、自分の中のペプシっつったらこれっていうのがあるんですけど、25セントあって25セント、アメリカ型のね、発色のいいものを結構いろいろ使って。そうですね、同じ色ばっかりだとどうしてもデザインって眠たくぼやける感じがするんですけど、そこにこうキリッとした色だったり発色のいい色を挿すと場が引き締まるというか、こちらがですね、テントなんだけど中入ってもらうと和室になってます。いやこれ本当だ、なんかいぐさが畳みたいな、ね、畳に見せかけて、で座布団が切り株になってるという。本当だ、これがオフィスの中に鎮座していて、そうですね、この中もやっぱり何か考え事したりっていう。そう、ここは通称お仕置き部屋と呼んでるんですけどまだその目的では使われてないっていう。BMX か。そう、これ ET モデルです。桑原っていうブランドで、ET の映画の中で、ここにミルククレードルっていうのかな、コンテナがついて、そこに ET が乗って浮くっていう。これなんですね。実は僕が小学校ぐらいの時に ET が放映されて、で僕の父親がねこの自転車買ってきたんですよ。だけど僕の小学生の頃ってこの5段とか6段とか、切り替え式の自転車がすごい流行ってて、泣いて嫌だってごねてお父さんこれ自転車屋さんに返しに来たんですよ。でその時に父親から受け取れなかったことが今になって悔やんでもう亡くなっちゃったんですけど、父親は。だから買い戻して、その時のことをお墓に謝りに行きました。なるほどそういうストーリーがあっての、なんかこういう卓球台とかもそうですけど、なんかどういう気持ちでこれを購入するっていうか、どこで見つけてどう買おうと思うのかっていうだけ。そうですね、そもそもで言うと事務所ってすごく堅苦しくて、仕事させられてるっていう感じがすごいするじゃないですか。で今でこそ自分フリーランスで経営者としてやってますけど、会社員時代もあったんで、その時に自分が事務所行くのに辛いなって思っちゃったりとか、なんかやってても仕事になっちゃってるなとかっていうのがあるんで、できるだけポップに
事務所って感じないようなものの選び方のアプローチに全てしてて、それが一番最たる出た結果っていうかでこちらはカフェテリアと呼んでいるスペースなんですけど、冷蔵庫があって、その中のものは飲み放題というかね、スタッフは当たり前ですけど、好きに飲んでもらったり、ペプシがさっきの流れで伏線が回収された、そうおやつもねここにたんまりストックしてあってここにある、はい、3時のおやつ休憩っていうのを非常に大事にしている会社なんで、いいですね、こういう感じとか。そうですね、ちょっと雑多な感じだけど、面白いものを集めておくと可愛くなるっていうね。これはでもすごいな。買う時って1個ずつじゃないですか。そうですね、これおもろいな、何回使えるなと思って買うと思うんですけど、やっぱ1個だけだと浮いちゃうから、なんかこういう風に全部置かれていて、ね、トータル的にコーディネートするっていう、だから物選びも1点ずつの点で見ないで、なるべく線であり面であり、こういう景色を想像しながら選んでいくと全体にまとまりますよね。1個ずつかっこいいものを選んでいくとちぐはぐになっちゃうけど、やっぱ面全体で捉えるっていうか、そこは結構トバログも意識して物選びはしていて、でこちらはですね、はい、ピクニックと呼んでいるゾーンで、ここにおやつがいろいろ入ってたりするんですけど、3時のおやつ休憩っていうのはスタッフが3時に一斉に休んで、ここでお菓子を食べながらお話をしたり、あと業者さんと打ち合わせしたりする場所で、ここがホワイトボードになっていて、大事なことを書いて、急にお客さんが来ちゃった場合はこれで隠すと。いいですね、これあれですよね、なんかこういう手帳というか、弁護士の人がリーガルパッド、そうリーガルパッドを模して作ってます。リーガルパッド風の、それハイロックさん自作ってことですか？そうですオリジナルです。これはそうなんですね、これオリジナルなんだ。ここもちょっと遊び心の一つでここ実際は2階なんですけど、7階っていう設定で遊んでます。で8階がメディアセンターで、僕が毎朝世界に向けて記者会見する場所っていう体で本当はないんですよ。これも自作なんですよ、このパーツというか。そうです、作り直して、すごでこれもサインペインター、仲間のサインペインターの方にもう筆で書いてもらってます。カッティングシートじゃないんですよ。本当だ。ちゃんとこの細いところまで筆跡が見えるんですけど。いや、すごい。これ結構驚きです。これ結構驚きでしょ。これは結構ここ自作まではなんとなくある気がするんですけど、実際にペインターに書いてもらってるっていうところを含めて、すごいいいですね。カッティングシートでやった方が金額も安いし、一瞬で終わるんですけど、我々のパソコンを使ったデザインって、なんか気持ちが乗せづらいじゃないですか。希薄になってしまうというか、そこの部分が。だからそれを忘れないために、クリエイティブっていうのはこう一筆一筆で作られてるっていうのを、僕も含めね、スタッフに常にこう頭に入れておきたいなっていう部分で。この上も手でペイントされてるんだ。そうなんです。これもそうだし、ここの図書館のこれもそうですね。これもそうですね。これはウォーホルの言葉で、私は読まない、ただ写真を見てるだけだよっていう、図書館に書いちゃ元も子もない言葉を。そもそもデパートがあったらなぜここに入りたかったのかとか、頭の中の重要度が普通のビジネスマンとは違う気がするんですよ。とにかくね、広い空間が欲しかったんですよ。いろんなこうクリエイティブのスペースが作りたかったんで、だそうなってくるともう前橋の街の中だとあそことあそことあそこかなぐらいしかないから、そのうちの一つだったんですよ、スズランデパートっていうのが。僕が企業人の真似をしてね、普通の立派なお金だけをかけたオフィスを作っても叶いませんから、企業だったら資金力もあるだろうし、ね、ちゃんとした場所も確保できるだろうし、そしたらもうクリエイターとして逆張りでアイデアと自分の行動力だけでやっぱりいい空間を作んなきゃいけないなっていうので、正直このスケールの参考ってまずないじゃないですか、世界的に見ても、こんだけ冗談とユーモアが詰まった遊び空間って。だからもう本当にとばちゃんの YouTube もそうだし、いろんな人の YouTube の小さいルームツアーを見て、1,000個なり1万個見て、もうそれをこう積み上げていって、じゃあ自分の広さだったらどうなるかなっていう計算式で割り出していくっていう考え方ですよね。いやー、これは面白いですね。もう人間、しかもハイロックさんの中にだけあるアルゴリズムで作られているっていうのがすごい楽しいです。本当オフィスだけじゃなくて、NASA の研究所とか、パン屋さんの裏側の工場とか、そういうのも参考になるじゃないですか。そういうのも全部詰まってます。何かしら影響はされてます。でここは荷物置き場ですね。でこれも
デリバリーセンターって名付けて、ロゴ作って、はい、サインペンディングしてもらってるっていう。いやいいな、こういうなんか何の変哲もない、絶対に普通だったらつまんなくなるようなエリアがロゴがあることによってそういうものって感じがします。そう、テーマパーク化してしまうというかね、そうすると働く方も楽しくなるじゃないですか。ハイロックさんのステッカー、そうです、とばちゃんも使ってもらってますが、はい、アンディ・ウォーホールさんもすごい荷物を持っていて、段ボールがこうずらーっと棚に陳列されていて、でそこに目立つこの蛍光オレンジのステッカーラベルでラベリングして分類分けしてるんですよ。でそれを見てどっか売ってないかなと思って探したんだけどどこにも売ってなくて、で自作でウォーホールモチーフで作りました。僕はMacBook の天板に貼らせそうだよてもらってねます。はい、これフェデックスの封筒なんですけど、その色のバランスと合わせてロゴを作って、でオレンジのラベルでまとめるっていう形にしてるっていう感じですね。コーディネートの仕方としては。かわいい。しかもそのダイソンの掃除機までなんか雰囲気マッチしてますもん。そうですね。これはね、5台ぐらいのダイソンの掃除機買ってバラして組み直してるんですよ。だから色オリジナルなんですよこれ。でいよいよここがワークスペースですね。心臓部。そうですね。今日はスタッフお休みの日なんでいないんですけど、ここに全員座って仕事をしてます。机が独特というか、これは自分がデザインして、はい、友達の大工さんに作ってもらってます。オリジナルテーブル。そういうことですよね。上がグレーっていうのが後ろの白い壁と映えますね。なんか結構デスクを自作するところがトバログの視聴者とかはやっぱすごい好きな人が多くて、なんかこれはどういうふうになぜこの形になったのかというか、僕出身がですね、アーベーシングエイプという2号さんがやってた洋服屋さんなんですけど、その時にね与えられた机っていうのがデザインは全然違うんですけど、はい、この本当この薄い幅の引き出しだけついてるシンプルな机だったんですよ。でそれがすごい使いやすくって、はい、こう見てもらうともうむき出しで引き出しもついてないんだけど、はい、逆にそれが整理整頓しやすくて、グラフィックデザイナーだとプリントしたものをこう入れといたりとか、はい、ちょうどこの薄さがいいんですよ。確かに真ん中だけこう下をこうなんかトレイみたいにするんじゃなくて、もう机と一体型にしてるから、作る時もすごいなんか作りやすいし、見た目もシンプルっていう感じですね。そうですね。もう本当箱を作るだけっていうかね。いやこれいいな。なんかオフィスでいうと結構天板は白にするのがまあ通称というか、通常そんな感じなんですけど、グレーなイメージっていうのはなんか、もともとアップルを使うっていうのがデザイナーの道具として一番使われてると思うんですけど、そのアップルの質感色を逆算してって、アップルのパソコンがある、モニターがある、で机ってなった時にそのグレートーンで合わせたっていう感じです。なるほどな。じゃあキーボードの白とか iMac の背面とかと雰囲気を合わせていって。そうですね。だから、ここもう何本かしか立ってませんけど、これも、はい、照明でね、質感合わせて選んでますね。本当だ。これはね現行では売ってなくて、少しモデルが変わって、Z ライトっていうタイプのものなんだけど、これズバリのものはないですもん。はいはいはい。ハイロックさんの時計ですか？そうなんです。これは僕の誕生日の時に、はい、プロダクトデザイナーの石川君っていう仲間がいまして、はい、その子がね作ってくれたんですよ。かわいい。時計ですかこれ？そうです。これがムーブメントになってて、これが回転することによってこれが動いて、今6時っていう。すごい、はい、すごい。これ初めて見た。だからここら辺にあったら6時半っていうことで、自分でちょっと通訳しなきゃいけないんだけど。すごい。でこれがちょうど廊下とワークスペースのパーテーションとして使ってるんですけど、はい、アストロプロダクツというツールブランドのツールシェルフっていうんですかね、それがちょうど良かったんで3台購入して。かわいい。これでなんか空間をそれとなく分ける感じがすごいいいですね。だから大きい壁作っちゃうとね圧迫されてしまうし、薄っぺらいものだけ置くんだとなんつうんだろうな、この剥離感というか、あれが少なくなってしまうんで。そうですよね。ブラックベリーキー2じゃないですか。そう、ブラックベリーよく分かったね。お客さんでこれ突っ込んだ人初めて。本当ですか？なかなか突っ込まないよこれ。はい、ここからまたちょっと印象が変わる気がしてて。そうですね。ここまでは割と無機質な空間っていう感じで作ってたんですけど、
ここは少しくつろげるように緑を置こうと。でその真ん中に来てるものが展示スペースになってるんですけど、今までうちが作ったもの、デザインしたもの。これそうなんですね。そうなんですよ。なんか雑貨屋さんみたいな感じでまたちょっと集めたのかなと思ってたら、これは全部ねうちが作ったもので。プロジェクトカビコン。そうこれはねクリス君っていうアーティストがいて、その子のプロジェクトのやつをお手伝いさせてもらって。ネルソンさんのそうです旦那さんですね。そうです。山梨かどこかにオフィス、そう工房があってよく知ってるいいなと思って。でもすごく優秀なアーティストの方で、いろいろなこうアイディアと発想を持って、我々と一緒にいろんなものを作ってます。この天井からこのサイズの瓶ビールの置物がぶら下がってますね。これもともとビリヤード場のライトで、ここがビリヤード台になっててこうやるあれなんですけど、そのライトですね。そうなんですね、そういうことなんですね。そういうことなんですよ。でその酒場プールバーの、スポンサーというかこのね、バドワイザーを出してたっていうので、多分提供されてたんでしょうけどね、当時に。なるほどな。こういうのってどこで見つけて買うんですか？これはね僕も大体マクドナルドのサインもペプシの販売機もそうなんですけど、埼玉にねテリックスっていうアメリカンヴィンテージの雑貨屋さんがあるんですよ。でそこがもう穴場中の穴場で、でもこれ言ったら多分トバログファンが言っちゃうからあれなんだけど、ちょっとモザイクかけるからさせてもらうかもしれないですけど、こういうビタミン剤とかオーストラリアにいた時に全く同じの使ってました。ここ有名でしょ、オーストラリアのブランドでしたっけね。そうなんですかね。すごいなんのなんかやつとかも普通に売り場に売ってて、なんでこんな色にするんだろうぐらいのスーパーでこういう感じで売ってるんですけど、なんかハイロックさんの部屋にあるとなんかデザインすごいなんか積み重ねられて作られたような雰囲気が、なかなかでもこういうかっこいいのって海外のスーパーそこらには転がってなくて、もう本当に時間かけて足使って一つずつ、いいやつだけ集めてるって感じですね。ここが最後私の部屋です。この広さを一個だけデスク置く感じ最高です。会社でいうと社長室という位置づけなんですけど、スタッフとのコミュニケーションも非常に多い会社なんで、もうとにかく壁は取っ払って、でここはもう本当に自分の好きなものだけ置いて、固めてる棚ですね。プロレス大好きなんで、プロレスのチャンピオンベルトがあったり、ちゃんと中のコーラも動くんですよね。でこれも同じでアクリル樹脂の中にドル札が、もともとパナソニックから出てたラジカセなんですけど、iPod シャッフルっていうモデルをデザインした方です。昔のポラロイドカメラでウォーホルとかね、イームズとかも使ってたカメラなんですけど、3台あるのがなんかハイロックさんっぽいなと思ってて、これも僕の師匠である2号さんの理論なんですけど、やっぱり同じ形のものを数台並べるとまた違うこうグルーヴが生まれるっていう、なんかお店屋さんみたいな感じですよね。お店って同じジーパンが10本積み上がってたり T シャツが5枚並んでたりするじゃないですか、そういうなんか業務用というかお店っぽくしたいっていうか。これはトバちゃん大好物な、これはもうトバログ視聴者のちょっと大興奮なものだと思うんですけど、iPhone、モトローラ、ブラックベリーなどなどいろいろなガラケーですね。そうですね。スマホもあるか。これはアメリカでしか発売しなかった本当の初代の iPhone ですね。これは自分で改造してスケルトンにした iPhone4 かな。お財布携帯の機能もなかったんで、Suica の中の基板を取り出してここに入れて使ってました。すごい。で初代の iPod ですね。あとこれすごい好きなカメラなんですけど、カシオのスケートボードとか撮るカメラマンの方とかよく使ってたんですよね。これは佐藤カシオさんがやったデザインので、すごいデザインが好きだったんで、これも全色モックアップで揃えてますね。徳仁さんのメディアスキン、なんかこの辺から携帯電話のデザイン性がかなり高くなったシーンの時代ですね。au プロジェクト、au プロジェクトのね、後ろにこうやってクリップがついてるんですけど、ウエストのベルトにこうやってパチンってつけるタイプの、なるほど。なんか今の若い人だと考えられないんですけど、昔ってこういう携帯電話ってこうアメリカのビジネスマンチックにいかにかっこよく持つかみたいなのが僕の中では流行ってて、だからアメリカのビジネスマンとかこう腰につけてたんで、必ずこういうクリップ式の、ケースを僕は選んで買ってました。こんなものがみかん箱に2箱ぐらいあったんですけど、これは選抜で一生取っておきたいものだけ残して、この辺はもう本当に
リアル小学校の時のたまごっちですかね。本当だ、バンダイの。そうもう本当の一番最初の初期のやつ、で当時偽物もすごい出てたんで、はい、これも当時物の偽物です。やば、そうなんですね。当時物の偽物ですっていうのもあれなんですけど、当時物の偽物のすごいな。そうナーフのガンでこう飛ばすと、結構強いんですね。結構強いんですよ。結構強いですね。それの小型のシリーズがすごい可愛くて、小型だけ集めてるんです。おもちゃ屋さんみたいですね。なんかここからの景色は。そうなんですよ。だからなんかおもちゃの企画スタッフの部屋みたいになったら可愛いなと思って、割とスピリチュアルなこととか神頼み的なことも好きで、自分の中で一つ大切にしていることですね。神棚ってそもそも伊勢神宮を小型化した模型なんですけど、はい、それを3D 彫刻で描いてもらってるっていう。すごい。でここにこう座って、はい、いつも仕事をしています。意外とあれなんですね。他の方とかは iMac でディスプレイドーンっていう感じですけど、ハイロックさんはディスプレイは今置いてない。そうですね。そのためにノートブックでも一番でかい16を選んで、このモニターでも完結できるように、はい、であと自分の立場としてはもうアートディレクターとかクリエイティブディレクターのようなレイヤーで仕事をしてるんで、細かいグラフィックはね専属のスタッフがやってくれてるんで、ハイロックさんのこの執務スペースのなんかイメージというか、どういう感じで作ろうみたいなテーマってありますか？とにかくバカ社長に思われたいなと思ってこんなおもちゃに囲まれてるところで仕事ができんのかよっていうふうに外からは見られてていいと思ってるんですよね。それがなんか楽しさにつながったり、ね、親しみやすさにつながってくれたらいいなと思って、このコルクのデスクってなかなか見ない気がするんですけど、どういうところで買ったんですか？これはねもう10年ぐらい前かな、 IKEA のシリーズで出てたんですよ。なんか見たことあるかも。そうこのテーブルと、あと椅子スツール、丸いコルクのスツールがあって、両方ともすごい可愛くてね、で出てすぐ買って、足も IKEA でこれはちょっと一工夫してあって、本来はね黒なんですよ、艶の、だからそれだとちょっとモダンになりすぎちゃうんで、スプレーでグレーに塗り直してます。他の方たちのデスクは大工さんが作ってくれたやつですけど、ハイロックさんはIKEA なんですね。そうなんですよ。面白い。なんでですか？いやなんでっていうのはないんですけどね、なんかこの空間にはこれが合うかなと思って、で結構空間作りって床下から発想してこう立ち上げてイメージをつなげていくんですけど、こっち側はいわゆるデパートのクッションフロア、クッション材というか、ビニール素材の材料の床で、ここはおそらくジーパン売り場、カジュアル洋服売り場だったんで木の板になってるんですよね。でそこからイメージを膨らませてって壁と置くものとっていうのを決めていくんですけど、なんかこっちの方が合うなと思って、充電ケーブルめっちゃ可愛いです、これ可愛いでしょ。もともとカールコードっていうこのカールしてるタイプの線がすごい好きで、昔の家電ってこういうカールコードだったりとか、あと工場の電源とかって天井取りで電源取って天井からこうくるくるくるってコードが回ってなんかこういう工具につながってるみたいな情景を思い出すんですけど、それをイメージしてます。なるほどな、延長ケーブルもこれだし、工事現場にあるやつ、この明治のやつとかも結構珍しい。そうこれもアメリカのローロデックスっていうタイプのもので、これがアメリカの社長室の机像みたいなのがアメリカのドラマとか映画であって、なんかミニ PC なのかなと思っちゃうぐらいの感じですね。ミニ DV って企画なのかな。これがなんかカッターマットみたいな感じで、プラスチック素材じゃなくてガラスなのが結構新鮮味がありますね。そうなんですよね、そのまま使っちゃうとね、どうしてもやっぱコップのね跡がシミになったりとか、染み込んでしまうんで、この間に何かが挟めるのもいいんですよ。芽吹くっていうのが前橋のコピーになってて、これ実は糸井重里さんが前橋のために書いてくれたコピーで、芽吹くっていう前橋が新しく芽吹いていくっていうようなことが意味合い書いてあって、すごくいい文章が書かれてるんで、それをなんか自分の普段の考えのベースに置いてここに置いて、でこれはですね自分の ILOVEFND っていうとばちゃんも見ててくれてたフレッシュニュースデリバリーの本なんですけど、それを出た時に2号さんが撮影してくれたんですよ。2号さん家でそれをプリントアウトしてくれていただいたものを
大事に宝物として、糸井さん両方とも前橋出身の大先輩ですから、参考にしている糸井さんと2号さんの写真と文章を見ながら仕事をしている。おー、すごい引き締まるような、頼もしいような。昭和ってガラステーブルって結構多かったんですよ、スチールのフレームがついてて上に天板のガラスが乗ってるみたいな、懐かしい、ありましたね。ヤンキーの部屋とかにありそうな、灰皿とか。そう、灰皿とか乗ってて、でその机を買ってきて、フレームだけ捨てちゃってガラスだけ使うっていうアレンジするフットワークめちゃくちゃ軽いですよね。そうですね、なんかもともと父親がそういうすごく器用な人だったんで、もうそういう学びがあって、子供の頃からなんか作ったりとか、ちょっと足りないものにちょい足ししたりとか、もうそういうのが日常生活だったんで、この椅子は何ですか？これはね、椅子はコンスタンチン・グルチッチという大好きなデザイナーが作った椅子、カラーリングと形、丸っこい形がすごく好きで、買いました。でこれも同じデザイナーで、グレーのバージョンは無印でも発売されてたんで知ってる人も多いんですけど、これはね無印じゃなくイデーかな、イデーで発売された別の色のバージョン。今読みかけの本とか手帳とか iPad をすぐ取り出せるように手元に置いておくっていう。隣は椅子じゃないんですけど、またバランスボールがありますね。そう、バランスボールですね。自分は結構運動して脳の回転数を高めるっていうことをよく考えてるんですけど、だからスティーブ・ジョブズもね、大事な会議を歩きながらするとかっていう話はあるんですけど、だから常に運動と思考を絡め合わせながら、進めていくっていうようなやり方でやってます。なるほど。でこれは、ダルトンというブランドから出てるもので、飛行機の食事を提供するやつの小型版っていうデザインになってて、すごい。で僕はこれ大事なものを入れてるって、金庫代わりに。こちらも、金庫で、おお。高飛び用に各国のパスポートとあと現金ですね。これもダミーのものたちが。そうですね。これね可愛いんだけどメモ帳なんですよ。本当だ。メモ帳になってる。可愛いでしょ。はい。でここは週末金土日だけやってる雑貨屋さんになります。すごい、なんか可愛いですね。ネオン管であるチョップスティックスっていうのがお店の名前で、これ本当の割り箸なんですけど、これがショップカードになってます。あ、なるほど、ショップカードがアメリカの和食屋さんみたいな。本当だ。そのなんか色味と本当の感じが。そうどういうものを取り扱ってるんですか？そうですね、自分たちがデザインしたオリジナルアイテムが半分と、あと僕がセレクトした世界中からの珍品、もともと自分がコレクションしていたものを少しずつ売りに出してます。でこのアシュモなんかもすごくたくさん集めてて、ここには出しきれなくてまだ引き出しに詰まってるんですけど、こういう形で、本当だ。アシュモのスペアがいっぱいありますね。寝床になってます。ここが本もちゃんと置いてあります。置いてありますね。でここにとばちゃんブックも並びますんで。ありがとうございます。お願いします。アイデアの作り方。ここは結構あれですか？一押しの。そうですね。すごくシンプルにこうクリエーションを伝えてる本っていうのが好きで、でこれの中でも自分がその代表になるような、自分のアイデアのなんつうの源泉の作り方の代表になるような本たち4冊ですね。これはトイレブラシ。トイレブラシなんです。本当だ。おにぎりはラグマットを作る職人さんに作ってもらってる、タフティングっていうバシンバシンって打っていくやり方で作ってもらって、あとこれはうちで一番売れてる商品で「我々は」ロボットの声になる。でこれは69年のジュークボックスで。でもともと壊れてる状態で古道具屋さんから買ってきて、でこれビクターなんですけど、当時ねリースされてたものなんですよ。でホテルとかそういう社交場みたいなところに置かれてて、でお金を入れてレコードかけてダンスするみたいな、だから今の若者でいうカラオケボックスの遊び方みたいなことを昔の人がやってたジュークボックスで、で中身も全部直して曲も入れ直して。こういう曲目とかも全部日焼けしてるみたいに作り直してるんですよね、ちゃんと。
そういうことなんですそう昔っぽくでここも作り直してます全部。だからオリジナルデザインじゃないですこれは。それはもうハイロックさんが作ったんですか？そうです。もう60年代に、はい、自分がデザイナーだったらどういうデザインするかなっていうのを考えてビクターハイロックサウンドっていうことで。本当だこれも本物のネオンですか？そうです。今 LED タイプのものも非常に多いんだけど、やっぱりねこの味があるガス管というかチューブでやってるタイプのが味があっていいんですよね。かわいい。いくらぐらいするんですかこういうの？これでね10万ちょいぐらいかな。でこれももう本当最初はボードで行こうと思ったんだけどそれだとつまんなかったんで、ポスター出力してポスター貼って、その上から透明のトタンを、貼り付けるっていう、DIY 自作でやってます。これもすごい。ここのショップそういえばこれが封鎖されてたりとかもう触れるの遅くなっちゃったんですけど、ちょっとこれとかって売ってるもんなんですか？これはね特注で作ってもらってます。なるほど。そうとにかくなんかインダストリアルな工場、工場みたいな雰囲気にしたかったんで、このライトとかももともと工場で使うタイプの業務用のライトで、この壁も後から作ってるんですけど、最近家とかで結構多いんですけどガルバニウムっていう家の外の材質、それを中で一周巻いてしまって、もう本当に工場みたいにするっていう。すごい。でここは偶然壁がシャッターだったんで、これはもともとのエレベーターこのデパートのシャッターの壁なんですけど、防火扉ってことです。防火シャッター。そういうすごい。だからこのコンクリートの感じとシャッターがまずあって、そこからイメージを広げてって作ってるっていう感じで。タグも可愛いですよね。そうですね。これはアメリカの航空会社の勝手にカバンにつけられちゃうタグをプライスカードとして作ってます。でこれがあれですね。トワログの天板にも貼らせてもらってるんですけど、このストレージ用のステッカー。そうですね。これを天板に。これはオリジナルのノートブックで、これも再生紙で印刷所で作ってもらったんで全部色が違うんですよ。本当だ。もう余ってる紙を製本してくださいっていう形で。面白い。オリジナルのアイテムとかもたくさん作られてるじゃないですか。そうですね。どういう感情でもう作っちゃえみたいになるというか。基本的にはでも選んで買うところから始めて、でその自分が欲しい用途のものがなかったり、あと少しこれ違うんだよなっていうものを作ってるっていうか、あそこの上に今いろいろこうファイルが見えてるじゃないですか。でこれはデザイナーの癖というかネタ帳なんですよね。だからお笑いの方が面白い話をこうノートに書き綴るような感じで、海外のラベルとかステッカーとか、あとガチャガチャのくだらない紙とか、段ボールの切れっ端とか全部こうやってストックしとくんですよ。本当にもう取っとくんですね。本当に取っとくんですよ。これは小さいものをいっぱい集めてて、あとは美術館とかのパンフレットだけ集めてるっていう号もあって、これとかはね今これからファイリングする途中なんだけど、フェデックスとかDHL の袋とか、あとキャンディーの包み紙とか、もうこういう昭和のラベルとかもうキリがないぐらいこういうものを集めてて、でそれをああいう形でファイリングしてちゃんとこう体系化して役に立つようにしていくっていう。それすごいな。結構なんか取っとこうかなと思って取っといてもうなんか5年ぐらいしたら捨てちゃったりするんですけどだからあれを開くっていう作業でこう辞書的に使うことももちろんあるんだけど、あそこにこう分類してストックしていくことで、頭の中に入れていくっていう、そういう学習なのかもしれないですね。めちゃくちゃ参考になります。なんかこれは取っとこうかなみたいに思う時ってどういうデザインを見た時ですか？どういうデザインでもそれはもう本当直感ですね。もう考えて残すっていうよりかはこれはもういいわって取っとくっていう、とにかくこのバケツの中に放り込んどく。というわけで今回はハイロックさんのデザイン事務所、いろいろともう物がすごいたくさんあるんだけどまとまっててすごいかっこいい空間見せてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。これでちょっと終わりにするんですけども、また定期的に何かあったらハイロックさんのことを追わせてください。そうですね。で実はこの事務所以外にも、スタッフが宿泊できる宿舎があったり、
あと東京にもオフィスがあったり、まだね隠れたスペースがあるんで、そうなんですね。ゆくゆくはそちらの方もぜひリポートしてもらいたいなと思ってますので、よろしくお願いします、というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にもいろいろな人のねデスク周りとかカバンの中身とかルームツアーみたいにさせてもらってる動画もあるので、もしよかったら過去の回もトバログのチャンネル見ていってください。それとあとデザインをぜひお願いしたいっていうハイロックさんに。そうですね、ぜひ、そんな宣伝もしてくれるんですか。これはい、ハイロックさんのチャンネルとか、あとトバログ側の天板に貼ってるステッカーとかも販売 URL 概要欄に載せておくので、ぜひチェックしてみてください。あとチョップスティックスにとばちゃんの本も販売しますんで、ぜひ群馬近郊の方は買いに来てください。ありがとうございます。じゃあこんな感じで終わりにしようと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。ありがとう。